こんにちは、チャーリーです。皆さんの中にも力任せに打っているのに球が飛ばない人、逆にそんなに筋肉があるわけじゃないのにさらっと振って球が飛ぶ人、お友達にもいると思います。今回は力任せじゃなくとも球が飛ぶようになるスイングのコツ3選お伝えしていきたいと思います。まず飛距離を出すためにはヘッドスピードが必要になります。いかにいい当たり方をして芯に当たったとしてもヘッドスピードがなければ球は飛びません。このヘッドスピードは力任せに振ったからといってどんどん速くなっていくわけではありません。なので当然コツが必要になります。それではそのコツ3つを順を追って解説していきます。まず1つ目は、おへそはスイング中どんどんボールから離れていかなければいけません。遠心力を発生させるために球から離れる方向に重心を移動させます。しかし以前も話しましたが、頭の位置が球から離れてしまっては当たらなくなってしまうので、頭の位置は変えないまま重心を動かす。この重心というのはおへその位置と思っていただいて大丈夫です。アドレスをした時のボールとおへその距離、この距離はスイング中どんどん離れていかなければいけません。テイクバックを引いてダウンスイングに入るときにどんどん離れていく。インパクトの時が一番ボールとおへその距離が離れている必要があります。後ろに引っ張れば引っ張るほどヘッドスピードが上がります。なのでおへそとボールの距離は構えた時が一番近く、当たる時が一番遠い。この意識でクラブを振ってみてください。これを意識していただくと、遠心力に対して引っ張る力。こういう回転エネルギーに重心を引っ張る。これでヘッドスピードが速くなってきます。そしてもしかすると、おへそはどんどん離れていかなければいけないというのは初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。それはなぜかというと、背骨の位置を軸に左右対称に回転する。これが正しいと思い込んでしまっていると、体の中心は軸になってしまうので、そもそもボールから離れようとかくっつこうとかいう考えは出ないと思います。そして体重移動というと右や左ばかりに気がいきますが、重心は後ろに移動します。体重と重心と荷重と似たようなものがあるので分かりづらくなってしまいますが、遠心力を加速させているのは重心です。ブランコの上に立って上下に漕ぐ。こうするとブランコが大きく揺れるのも、実際にブランコの位置が変化しているのではなく、重心が上下することで遠心力が大きくなっています。なのでまず頭の位置を動かさないで、重心であるおへその位置、骨盤の位置、お尻の位置、この位置を離しながら回転して振る。これで遠心力が大きくなってヘッドスピードが速くなってきます。そして2つ目、地面から近い順番に動かす。これも聞いたことがあると思いますが、ただ単に腰を切ったり、体を左に回したりと思うだけでは、効率的にエネルギーが伝わりません。地面から順番に使うという正しい使い方は、トップから左サイドが真後ろ、まっすぐ後ろに移動します。すると、左の広背筋が伸びます。まっすぐ後ろ。この伸びを感じてから、左へ回転して、左の股関節、肩、そして最後に腕。地面から近い順番に使うのですが、いきなり回転しようではなく、まっすぐ引いた後に回転に変える。これが正しい地面から順番に使うという考え方です。これは人によっては、膝を開きながら後ろに引いた方が振りやすい人や、全く膝を開かないでまっすぐ後ろに引いた方がいい人、これはタイプがありますが、どちらにしても回ることがメインではなく、始まりはまっすぐ後ろに引こうとしてください。これはなぜかというと、膝が前後にしか動かないからです。もし膝が股関節のように回転させることができるならば、
話は違うと思います。しかし、そもそも構造が前後にしか折れなくなっているので、まっすぐ使う。膝に対して平行に使うことで無駄なくスピードが出せてきます。なので2つ目、地面から順番に使う。その時にまっすぐ引いた後に回転。肩、そして最後に腕。この順番を守ることで力任せに振らなくてもスピードが出るようになってきます。腕力に自信のある男性の方ほど先に手を使いたくなる。こういった傾向もあるかもしれません。そして3つ目の力任せではなく体のキレで球を飛ばす。そのコツはロフトを立てて当てるイメージを持つ。先ほどの2つ、重心を球から離しながら振る。そして地面から順番に正しく体を使う。必ずヘッドスピードが上がってきます。これは力に頼るのではなく、遠心力という物理現象、そして筋肉の伸長反射、これを利用しています。このヘッドスピードを飛距離に活かすためには、ロフトが立って当たる必要があります。ただヘッドスピードを速くしようと思うと、最終的にロフトが逆に開いて、フリップしてしまうことが多いです。このロフトを立てて当てるというイメージ、一つルールがあります。ロフトを立てるというと、体を左に寄せればロフトが立ちます。しかし、これはダメです。イメージとしては、体を開きながらロフトを立てて当てる。アドレスの時に見えている、このフェース面。これが、ロフトが立ってきて、フェース面が見えなくなるような感覚。頭が突っ込むと、いつまで経ってもフェース面見えます。体をその場で開きながらロフトを立てる。これをインパクトで必ず意識してください。この3つを意識してスイングしていただければ、力任せに振ることなく、さらっとしなやかに美しいスイングで確実に飛距離が伸びてきます。いくら腕力に自信があっても、ヘッドスピードを上げるには限界があります。力がある人もない人も、物理的、そして筋肉の自然な反射を使って飛距離を伸ばしていく。力任せではないので安定感も良くなります。この方法で一度しっかり練習してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。そしてここからは、チャゴル TV 公式アプリ、今回のお話、さらに深掘りして解説していきたいと思います。そしてこれまでは日本語の字幕のみでしたが、英語のテロップも解説動画につけました。コンテンツすべてが英語に対応しているわけではありませんが、海外の方も気になる方は、チャゴル TV 公式アプリ、アプリストアからダウンロードして会員登録してみてください。お待ちしてます。それでは。